皆様こんにちは、セリナです。今回は8月23日限定発売、NARSライトリフレクティングプリズマティックパウダーを含む毛穴補正と皮脂汗崩れ対策に特化した最新版のプレストパウダー6種類を比較していきます。以前こちらのチャンネルでご紹介した NARS の限定パウダーやエレガンス、クレドポーボーテの人気パウダーはもちろん、イヴ・サンローランボーテやシューウェムラなどの新作の人気プレストパウダーを含む6種類の毛穴補正効果と汗崩れへの強さ、そしてお直しで使った時の状態を比較していきます。少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チークリップなどの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回比較していくフェイスパウダーはこちら、8月23日限定発売、NARSライトリフレクティングプリズマティックパウダー、エレガンスラプードルオートニュアンス8、クレドポーボーテプードルコンパクトエサンシェール N、イヴ・サンローランボーテオーラーワーズハイパープレストパウダー11ユニバーサル1ニュートラル、シューウェムラアンリミテッドワシベールセッティングパウダー、以上の6種類です。最初の比較はこちら、ブルーのカラー補正効果がある NARS の限定パウダーとエレガンスの新色8番です。今回ベースメイクは下地なしで使えるカネボウのコンフォートスキンウェアを使用しています。それではまずはこちら側に NARS の限定パウダーを塗っていきます。今回は全てローラメルシエのフェイスパウダーブラシを使って比較していきます。NARS の限定パウダーはこんな感じで、肌の上にのせると自然な透け感も保ちながらブルーの効果で綺麗に肌トーンをアップさせてくれます。粉っぽさのない自然な仕上がりが特徴的です。はい、まずはこちら側半分に NARS の限定パウダーを塗ってみました。パウダーなしの方と比較をしても粉っぽさや厚塗り感は出さずに、自然にファンデーションの余分な油分感を抑えたすっきりとしたセミマット肌に仕上げてくれています。近くで見てもこんな感じで自然に素肌の透け感は残しつつ、ブルーの効果で綺麗にトーンアップしてくれているので、首から浮いてしまったり白っぽくなりすぎるトーンアップ感は苦手だけれど、自然に透明感が欲しいという方に使いやすいと思います。肌の上にのせるとパールやラメなどのきらめきは感じないので、毛穴や凹凸も気にせずに使いやすいです。では反対側にはエレガンスの8番を塗っていきます。エレガンスはこんな感じで、一塗りでもしっかりと毛穴や凹凸をパウダーで埋めるような高い毛穴補正効果を感じられます。ブルーの他にピンクのカラーも効いているので、透明感もアップさせつつ血色感も残してくれるのがポイントです。はい、反対側にはエレガンスの8番を塗ってみました。NARS もエレガンスもブルーのカラーがついていたり、毛穴補正効果があるところは共通していますが、比較をしてみると結構違いがあって、NARS は素肌の透け感が残るような自然な印象を保ちつつ、毛穴や凹凸をふんわりカバーして白っぽくなりすぎない自然なトーンアップ感なのに対して、エレガンスは一塗りでも毛穴や凹凸をパウダーで埋めるようにカバーしてくれる高い毛穴補正効果があり、ブルーの効果でトーンアップしつつもピンクで血色感も補ってくれるというところが大きな違いでした。近くで見るとそれぞれの補正力の違いがかなりわかりやすいです。NARS は近くで見ても程よく素肌の透け感があってとても自然な肌印象なのに対して、エレガンスはこんな感じで毛穴や凹凸を全く感じさせないような高い補正効果があります。素肌感も残しつつ程よく毛穴や色ムラを補正したい方は NARS がおすすめ、毛穴や凹凸を全く感じさせないような作り込んだ肌に仕上げたい方はエレガンスがおすすめかなと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じはどちらもさらりとしていますが、エレガンスの方がパウダーの粒子が少し大きめで、塗りたては程よいしっとり感があるので、比較をすると NARS の方がよりサラサラに感じます。どちらも乾燥対策をしてくれるしっとりパウダーというよりも、汗や皮脂を吸着してサラサラに仕上げてくれるようなタイプなので、皮脂や汗崩れを対策したいという方に特におすすめです。
ではここからはマスクをした状態で30分ほど軽い運動をして汗をかいた時の汗崩れの違いについても見ていきたいと思います。はい、汗をかいた後にティッシュオフをした状態の肌はこんな感じです。どちらもドロドロに崩れてしまうということはないですが、塗りたての時よりも全体的にツヤが出てきている感じがします。近くで見るとより分かりやすくて、ナーズはサーダの透け感がより増したような印象。エレガンスは塗りたての時に毛穴や凹凸を全く感じないセミマット肌に仕上がっていたからか、顔の中心のカバー力が若干薄まったように感じます。アップで比較するとこんな感じの違いです。ただどちらも汗をかいてパウダーが肌に馴染んだ状態でもカラー補正効果は綺麗に残っていて、くすんできてしまう感じもしないので、汗によるくすみは気にせずに使いやすいパウダーだなと思いました。そして肌表面を触った感じは、エレガンスは塗りたてよりも若干しっとりとしている印象ですが、ナーズは塗りたての時のサラサラ感をそのまま保ってくれています。汗をかいた後も塗りたてのサラサラ感を保ちたいという方はナーズが特におすすめです。ブルーのカラー補正効果があり、毛穴をカバーしてくれるところが共通しているナーズとエレガンスですが、素肌の透け感が残るようなナチュラルな毛穴補正効果とカラー補正効果で肌表面をサラサラに仕上げたい方はナーズがおすすめ。毛穴や凹凸を全く感じさせないような高い毛穴補正効果とブルーで透明感を出しつつピンクで血色感も同時に叶えたい方はエレガンスがよりおすすめかなと思います。最後にそれぞれお直しで上から重ねてみるとこんな感じでした。どちらも下に残っているベースメイクが汚くなってしまうことなく、綺麗に塗りたての時のような印象に仕上がります。特にエレガンスはお直しで使うと高い毛穴補正効果が復活するので、お直しの時に毛穴対策をしたいという方にもかなりおすすめです。お直し後アップで比較するとこんな感じです。続いてはこちら。ファンデーションのようなカラーがついているイヴ・サンローランボーテの01番とクレドポーボーテを比較していきます。まずはこちら側半分にイヴ・サンローランボーテの01番を塗っていきます。イヴ・サンローランボーテの新作パウダーはこんな感じで、しっかりとパウダーが肌に密着して毛穴レスなセミマット肌に仕上げてくれます。かなりカバー力が高いタイプのベースパウダーだなと思います。はい、こちら側半分にイヴ・サンローランボーテの01を塗ってみました。パウダーなしの方と比較をすると、イヴ・サンローランボーテのカバー力の高さがかなりわかりやすいと思います。毛穴や凹凸を感じさせないようなセミマット肌に仕上げてくれているのはもちろん、ファンデーションのようなカラーがついているので、ある程度の赤みや色ムラもパウダー一つでカバーしてくれています。ナチュラルな仕上がりのパウダーファンデーションを上から重ねた時のような補正力を感じます。粉質は適度にしっとり感もあるので、パウダー自体のカバー力は高めですが、パサついてしまったり厚みが出る感じは気になりにくいです。肌表面はサラサラに仕上がっているので、夏場でも使いやすそうです。ハイカバーなセミマット肌に仕上げたい方にとてもおすすめです。では反対側にはクレドポーボーテを塗っていきます。クレドポーボーテもかなりカバー力が高いパウダーだなと思いましたが、イヴ・サンローランよりもカラーが少し明るめなのと、比較をするとカバー力も少し控えめです。はい、反対側にはクレドポーボーテを塗ってみました。こちらの2つは毛穴や凹凸をパウダーで埋めるような高い補正効果があるところがとても似ているなと思いましたが、比較をしてみるとイヴ・サンローランボーテの方がさらにハイカバーな仕上がり、クレドポーボーテの方が少し素肌の透け感が残るような感じがします。近くで見るとそれぞれのカバー力の違いがより分かりやすくて、イヴ・サンローランボーテはナチュラルなパウダーファンデーションを上から重ねた時のような毛穴や凹凸感、そして赤みや色ムラも感じさせないような仕上がりなのに対して、クレドポーボーテもカバー力の高いフェイスパウダーではありますが、若干素肌の透け感が残っている感じが分かりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。そしてカラーにも結構違いがあって、イヴ・サンローランボーテはカラー補正効果のある3色のうち一番明るい01番を使用していますが、それでも標準色のファンデーションを使うことが多い私の肌でも浮くことなく自然な立体感も残してくれるような健康的な色出しなのに対して、クレドポーボーテはワントーン肌の印象が明るくなるような少し白っぽいニュアンスのファンデーションカラーがついています。
イヴ・サンローランボーテはカバー力の高いパウダーですが、色出しが明るすぎないので厚塗り感のない仕上がりになっているなと思います。そしてそれぞれ肌表面を触った感じはどちらもしっかりとパウダーで肌を覆いつつ、表面はサラサラに仕上がっていますが、イヴ・サンローランボーテの方が比較的しっとりとした印象、クレトポーボーテの方が表面がさらりと仕上がっている印象です。パウダーファンデーションを重ねた時のような高いカバー力が欲しい方はイヴ・サンローランボーテがおすすめ。毛穴や凹凸をフラットに整えつつも肌色を自然に明るく絶妙な透け感も欲しいという方はクレトポーボーテがおすすめかなと思います。はい、汗をかいた後にティッシュオフをした状態だとこんな感じでした。どちらも塗りたてよりも若干ツヤが出てきている感じはしますが、それでも毛穴補正効果など綺麗に保っているままです。比較をするとイヴ・サンローランボーテの方がよりテカリにも強い感じがします。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じはどちらも小鼻の横などもベタつきは感じませんが、塗りたてよりもしっとりとしている感じがします。比較をするとクレトポーボーテの方がよりしっとりとしている印象、イヴ・サンローランボーテの方が塗りたてのサラサラ感を保っている印象です。はい、お直しでそれぞれ上から重ねてみるとこんな感じです。どちらもカバー力の高いパウダーですが、上から重ねても厚みが出てしまうことなく綺麗に馴染んでくれています。特にイヴ・サンローランボーテはカラー補正効果も高いので、ファンデーションが薄まって出てきた赤みの部分なども綺麗に補正してくれます。お直し後、アップで比較するとこんな感じです。最後はこちら。ノーカラータイプのシュウエムラとイヴ・サンローランボーテを比較していきます。まずはこちら側にシュウエムラを塗っていきます。シュウも適度なしっとり感があるので、こんな感じで一塗りでパウダーが肌にしっかり密着してくれて、毛穴や凹凸を埋めるようにカバーしてくれます。続いてイヴ・サンローランボーテです。こちらは先ほどご紹介したカラー付きのアイテムと粉質は同じタイプになっています。ノーカラーのタイプでもやはりパウダー自体のカバー力がとても高いのがわかります。はい、こちら側にはシュウエムラ、反対側にはイヴ・サンローランボーテを塗ってみました。どちらもノーカラータイプですが、こうして比較してみるとそれぞれのカバー力の違いがかなりわかりやすいですよね。シュウエムラは程よく素肌の透け感が残るようなかなり自然な仕上がりですが、気になる毛穴や凹凸はフラットに整えてくれていて、イヴ・サンローランボーテはカラーがついていないタイプでもしっかり毛穴レスな肌に仕上げてくれています。アップで比較するとこんな感じの違いです。毛穴や凹凸を自然にフラットに整えつつ、素肌の透け感も適度に残して、ファンデーションの色味を変えずにパウダーをのせたいという方はシュウエムラがおすすめ。ノーカラータイプでもパウダーの効果で毛穴や凹凸を埋めるようにフラットに見せたいという方はイヴ・サンローランボーテがおすすめかなと思います。どちらもノーカラータイプですが、シュウエムラはファンデーションの色味に影響が出にくいタイプ。イヴ・サンローランボーテは若干肌が白っぽくトーンアップする感じがします。そして肌表面を触った感じはどちらも適度なしっとり感はありつつ、表面はサラサラに整っています。比較をするとシュウエムラの方が若干サラサラ感が強い印象です。はい、30分後の汗くすれ、それぞれこんな感じでした。どちらもとても汗や皮脂崩れに強いなと思いましたが、比較をするとシュウエムラの方がさらに塗りたての時のようなままを保っていて、とても崩れに強いタイプのパウダーだなと思いました。塗りたてから素肌の透け感が程よく残るタイプだったので、ナチュラルな仕上がりなのにここまで崩れに強いのはすごく使いやすいなと思います。近くで見るとこの2つのパウダーの崩れの強さがわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。そしてどちらもノーカラータイプですが、汗をかいた後にくすんできてしまうという感じもしないので、くすみ対策もきちんとできるところがすごくいいなと思いました。肌表面を触った感じは、イヴ・サンローランボーテは若干しっとり感が出ている印象ですが、シュウエムラは塗りたての時のようなサラサラ感を保ったままです。シュウエムラは素肌の透け感が残るような自然な仕上がりですが、見た目も肌表面を触った感じにも影響がなく、すごく崩れに強いなと思いました。最後、上からお直しとして重ねるとこんな感じでした。
どちらも綺麗に肌に馴染んでくれて、お直しにもとても使いやすいです。お直し後、アップで比較するとこんな感じです。はい、ではこんな感じで毛穴対策と皮脂汗崩れ対策に特化した最新版の人気フェイスパウダー6種類を比較していきました。やはり全体的に毛穴補正効果がとても高く、さらりとした肌を保ってくれましたが、その中でも特に毛穴補正効果が強いなと感じたのがイヴ・サンローランボーテとエレガンスでした。この2つは適度に厚みのあるパウダーが毛穴や凹凸を埋めるように補正してくれて、塗るだけで毛穴や凹凸が全く気にならない毛穴レス肌に仕上げてくれました。どちらもすごく優秀でしたが、比較をするとイヴ・サンローランボーテの方がより毛穴補正効果が高く感じたので、毛穴レス肌に仕上げたいという方にかなりおすすめです。続いて汗をかいた後も特に塗りたてのようなサラサラ感を保ってくれていたのはナーズとシュウエムラでした。この2つは汗をかいた後もくすむことなく、ベタつきを全く感じさせないサラサラ肌を保ってくれたので、汗によるベタつきが気になる方に特におすすめです。特にシュウエムラは汗をかいた後の肌表面のサラサラ感はもちろん、見た目のイメージも変化を感じにくかったので、かなり崩れに強いタイプのパウダーだなと思いました。どれもとても優秀なアイテムでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。